さあ皆さん元気ですか？チョコレート食べてますか？今日はですね、サクフワのダックワーズ、こちら紹介したいと思います。最後まで見てください。では行きましょう。お願いします。はい、じゃあ材料紹介していきます。これ薄力粉と粉糖、卵白、アーモンドパウダー、グラニュー糖、あとキャラメルクリームがグラニュー糖とこのちっちゃなお塩ですね、生クリーム、無塩バター、これで作っていきます。はい、今日なんですけど、型はこのダックワーズ型っていうのを使うんですけど、型持ってない方もいると思うので、こういった簡単なリングで作れるやつもご紹介したいと思います。で、オーブンは180度に予熱しといてください。ではやっていきましょう。はい、じゃあまず粉をふるっていくんですけど、アーモンドパウダーと、粉糖で、あと薄力粉ですね。で、粉を必ずふるってください。粉がふるわれてないと、ふるっていうのはこれを3種類を混ぜたいっていうことなので、ふることによってこれが均一に混ざって失敗しなくなります。で、1回だと綺麗に混ざっていかないので、3回ぐらいふると完璧に絶対失敗しないようにできると思います。はい、これ今1回振ったんですけど、これまだね、この辺全然混ざってないので、この後3回ふるいます。で、これもっと重要なことがあって、今回ダックワーズはこれをふるった後にこの粉を冷凍庫でしまっといてください。粉を冷やしておくことによって綺麗なダックワーズができるので、この後ふるったら冷凍庫に入れてください。じゃあやっておきます。はい、この後メレンゲ作っていくんですけど、卵白にグラニュー糖ですね、これ全部入れてください。全部入れた方が綺麗に泡立つので全部でやっていきます。これでちょっとなじませて泡立てていきます。さあできました。これぐらいメレンゲ動かしても動かないぐらいしっかり泡立ててください。ここにさっきふるったですね、粉とか入れて混ぜていこうと思います。はい、これ冷やしといた粉なんですけど、一度に加えてしまいます。で、ゴムベラを使ってちょっとなじませるように下から上下から上ってこう混ぜていくんですけど、メレンゲが結構こうしっかり立ってるのでなじませていく感じが分かりやすいかな。で、ちょっとゴムベラについているのもこうやってしっかり途中で取って、はい、こんな感じ。粉っぽさがなくなったら OK なので、これを絞っていきたいと思います。はい、じゃあちょっと絞っていくんですけど、これまず型ですね。これ見えるかな、ちょっと濡れてるんですけど、これ今普通に水の中にこうドボンして揚げた状態のものです。で、これに絞ってきます。これで水がついてる方が型からきれいに外れるので水をつけてます。あとは絞っていくだけですね。一応今日口金11番なんですけど、口金も何でも大丈夫です。ちょっと絞っていきます。そしたらこれ表面がまだちょっとボコボコしてるんで平らにしたいです。で、こういうヘラでこうやって平らにするんですけど、これちょっとポイントがあって、このヘラを寝かせるんじゃなくてこう立ててもらえると、あるかな、綺麗に型にすり込まれてきます。余分なのが取れて、もう一回つけて、こんな感じ。はい、で、これ今絞った後なんですけど、この上にちょっと粉糖ですね、粉糖をかけます。結構ね、しっかりめにかけちゃって大丈夫です。ちょっと見づらいんですけど、はい、これ今1回かけた状態ですね。で、この表面の粉糖がこのメレンゲの水分を吸って1回溶けるんですよ。で、溶けたらもう1回粉糖を振ります。これちょっと2回目振っていきます。で、これ2回振ることによって中がすげえふわっとして外側がパリッっていうかもうサクッとした食感になるので、必ず2回やってください。こんな状態ですね。これはこれで焼いていこうと思います。はい、もしですね、型がない方、こういったセルクルとか、これも100円ショップとかで売ってるんですけど、これで作る方法を紹介します。これ型濡らしてこう水が入ってます。で、絞って
れで抜く、濡らして絞って抜く。これめちゃくちゃ綺麗にできるんで、このやり方でも全然いいと思います。さあ焼けました。いい感じです。めちゃくちゃいい感じです。はい、これ粗熱取れたんですけど、剥がしていきます。で、こういうパレットを持ってる方はここに置いて下をこう剥がすようにしていくと、こうやってまとめて、今ちょっと丁寧にやったんですけど、めちゃくちゃ綺麗にまとめてバッて全部取れるんですよ。でもし持ってなかったらこうやって手で剥がしてもいいです。でちょっとこのプロの現場だとね、このちょっと剥がれた部分とかを結構僕は気にするんで、パレットとかでこうやってバーって剥がすことが多いです。はい、じゃあキャラメルクリーム作っていきます。まずちょっと火をつけますね。しっかり温めて、ここにお砂糖ですね、半分ぐらい入れてください。半分って言ってるのは、この鍋底に砂糖がこう広がっていくんですけど、なるべく薄く広げたいんですね。それの量的にこれ半分はいけるなと思って半分って言ってます。全部いける時もありますし、半分の場合もあります。でこれをしっかりキャラメルにしていきたいと思います。これちょっとプチプチ泡が吹いてきたので、軽くちょっと火を弱めます。止めちゃってもいいぐらい、すごい弱めますね。はい、ちょっと火止めます。で生クリームですね、少しずつ加えていってください。これ一気にバーって入れちゃうとやけどしちゃう可能性があるので、必ず一回火を止めてこうやって少しずつ加えていってください。そしたらゴムベラでこうやって混ぜてあげます。で今回の味のポイントはこのキャラメルの煮詰め具合になるので、今こんな感じです。これの色が薄いと、ちょっと甘さが際立ったようなクリームになっちゃいます。なるべくしっかり焦がした方が美味しくなるので、この部分しっかり意識してやってみてください。今まだ火はついてないです。はい、こんな感じ。美味しそうなキャラメルになってます。まだ火はつけてないんですけど、しっかり生クリームが全体に混ざるようにここでしっかり混ぜてください。でそしたらここ結構ポイントで塩キャラメルなんで、お塩ですね。このタイミングで、まだちょっとあったかい状態のタイミングで入れてください。これ全部入れちゃいます。でここでもしっかり混ぜて、はい、これで一旦キャラメルは完成ですね。ちょっとボウルに開けて粗熱取って、この後バターと混ぜたいと思います。はい、今これ氷水で当てて冷やしてるんですけど、こんなやってこう降りていく感じ。別に冷たくなっちゃっても全然いいんですけど、熱々だとちょっとバターが溶けちゃうんで、これぐらいの感じですね。これでバターと合わせていきたいと思います。はい、これバターとさっき作ったキャラメルですね。これをまずバターがこうやってしっかり柔らかい状態っていうのを確認してください。これが硬いとちょっと混ざっていかないので失敗する原因になっちゃいます。ここにキャラメルちょっと一部入れます。これなじませていくような感じですね。で40度以下って言ってるのは、バターがもうテロテロにこう溶けちゃうので40度以下って言ってます。はい、めちゃくちゃ綺麗に馴染んでます。そしたら残りのキャラメルを全部入れたいと思います。このバターをこっちに入れてもいいんですけど、今日は量が少ないんでこっちに入れたいと思います。こう結構しっかり混ぜてあげることによって口どけがすごい良くなるので、これ泡立てたいわけじゃなくて綺麗に乳化させたいんですね。
油と水を混ぜたいので、これしっかり混ぜてください。はい、こんな感じです。ツヤのある綺麗なクリームができました。これをダックワーズにサンドしていきたいと思います。はい、じゃあクリーム絞っていきたいと思います。結構ね、たっぷり絞ると美味しいんで、これ左手で押さえて、でサンドしていきます。見えるか。めちゃくちゃ美味しそう。さあ見てください、挟み終わりました。これで完成です。これ見てください、めちゃくちゃいい感じですよ。でダックワーズなんですけど、この今のこの上の点々見えますか。これが粉糖2回振ってこうカリッと焼けて結晶化した状態なんですよ。で僕ね、ダックワーズ買うんだったらこの模様があるお店のダックワーズ買います。全然レベルが違うので、皆さんぜひこれお家で作ってみてください。これで完成です。さあできました。めちゃくちゃ美味しそう。完成です。さあありがとうございます。ちょっとね食べてみたいと思います。見てください、これ丸型も全然綺麗にできてますよ。ちょっと食べてみます。うまい。これ周りサクッとしてて中ふわっとしてますよ。なかなか出来たての食べることってないですよね。さあこれポイントのおさらいですね。ポイントはメレンゲなんですけど、卵白に砂糖を最初から全部入れてしっかり泡立ててますよね。あとはふるっといた粉、あれを冷凍してるんですよ。冷凍してる理由はメレンゲのところにあったかくなっちゃった状態の粉を入れるとメレンゲがどんどんしぼんでっちゃうんですよ。なので冷凍しておくことによって結構この焼き上がりがバキッと立体的に焼けるようなダックワーズが焼けます。そこ結構ポイントなので必ず守ってください。あとクリームはキャラメルクリームを挟んだんですけど、この焦がし具合、これによって味が変わってくるので、そこもしっかり動画見てチェックしていただければと思います。最後まで見ていただきありがとうございます。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また皆さんに会えるの楽しみにしております。また会いましょう。さようなら。